Hello everyone! 宗父ちゃんです。本日の動画は、宗流キャンプ飯、イタリアンシーフード炊き込みご飯。行ってみよう。今日は宗父ちゃん流のキャンプ飯としてイタリアンシーフード炊き込みご飯を紹介したいと思います。使う食材リスト、簡単なレシピを概要欄にも載せておきますので、必要な場合はそちらをチェックしてください。質問等コメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。とある土曜日、日曜日は残念ながらの雨の予報なのでキャンプを諦め、ピクニックというか飯盒水産に行ってきました。懐かしい。僕の世代で昼ご飯だけを作りに行く日帰りの行事を飯盒水産と言っていましたね。まあ今のデイキャンプです。行ったのはハリマンステートパークの中にあるレイクカナウキーピクニックエリア。デイキャンっぽく焚き火台とトライポッドをブッシュクラフト。早速料理に取り掛かりたいのですが、その前に家での仕込みを見ていただきましょう。まずは白米を2合分、水でザザッと洗い、タッパに入れてきれいな水を入れておきます。これで現地に着くまでに十分お米に水を吸わせることができますね。ではイカをさばいていきます。最初に胴体から内臓を抜いていきます。イカの炭を出す口の反対側であるこちら側に指を入れて内臓を剥がします。そして足を持って引っ張ると内臓がつながったまま出てきます。この炭袋をつまんで剥がし、そこから先をちぎって取ります。炭や汚れを水で流しておきます。胴体から軟膏という背骨みたいなものを抜き取ります。胴体も水で洗い、水気を拭き取ります。足の方をさばきます。いわゆる見た目の口の部分の下側で切り離します。ここには3つの軟骨があります。これが胴体とつながっていた部分になりますが、これは食べれるのですが、サイズがこれよりも大きくなってくると大きく硬くなってくるので、切っておく方が食べやすいです。サイズがこれよりも小さい時は気にならないので、わざわざ切ることもないですよ。残りは足と頭ですが、基本目の玉以外は食べれるので、目の玉を潰さないように切り取ります。この中から出てきたのは、いわゆるくちばしと言われる部分で、これがイカの食べる口なんです。足は開いて裏の筋を取ります。これも小さなものは気にならないのですが、サイズが大きいと口に当たるので取ります。足の吸盤もこすり落としておきます。くちばしの中に鳥のくちばしのようなものが入っているので、挟み込むように押し出します。胴体は輪切りにします。イカは以上です。次はエビ。これは頭のないものですが、ついている場合は出汁がよく出るので取らずに使うのをおすすめします。今回は出汁を取りたいので殻をつけたまま背中を割って背わたを取ります。
冷凍のシーフードミックスなんかでもいいんですが、やはり生の方が出汁も出るしいいですよね。使う野菜はしいたけ、ぶなしめじ、ホワイトマッシュルーム、玉ねぎ、ズッキーニ、それと人参。野菜は現地で切ります。ニンニクも忘れずに。それと出汁代わりのアンチョビ、オリーブオイル漬けにしてあるものを使います。材料は以上です。はい、戻ってきました。野菜を切っていきます。しいたけ、マッシュルームは半分に切って1センチほどにスライス。ぶなしめじはばらしておきます。ズッキーニは4つに切って1センチほどにスライス。玉ねぎ、人参は1センチ角に切ります。にんにくをみじん切りにします。アンチョビの缶を開けて中のオリーブオイルを半合に入れて、にんにくも入れておきます。アンチョビのフィレを6枚ほど細かく刻みます。にんにくの入った半合を火にかけます。にんにくの香りが立ったら玉ねぎと人参、アンチョビを入れ、玉ねぎが透き通ったら一度取り出します。半合に水ごとお米を移し、水加減を確かめます。そこに先ほど取り出したにんにく、その他の炒め物を戻し、次に残りの野菜のきのこ類とズッキーニを入れます。しめじをばらすの忘れてましたね。最後にエビとイカを一番上に乗せて、塩を大きめの一つまみ、胡椒を適量入れて混ぜたりしないで蓋を閉めます。イカとエビを上に乗せるのは蒸して火を通すためなので、決してこの段階では混ぜないでくださいね。あとはご飯を炊くのと同じように炊いていきます。火にかけたら火を強くしていき、中の水分を沸騰させていきます。蓋の隙間から湯気が噴き出してきても、しばらくは強火のまま置いておきます。薪や枝などで蓋を押さえて半合の中の様子を感じてください。この段階では中のぐらぐら沸いているのを感じ取れるはずです。これが感じにくくなってきたら火を落として弱火にします。ここから約5分ほどで炊き上がります。もし自信がないときはもう少し弱火でしばらく置いておいてもいいです。どうでしょうか。多分食べて火から下ろしてひっくり返して3分ほど蒸らして出来上がりです。美味しくできました。感じとしては匂いと味はイタリアンですが、食感はおなじみの炊き込みご飯です。このままでも美味しいですが、お好みでオイエクストラバージンオイル、粉チーズ、辛いのがお好きな方は宗父ちゃんおすすめのトレジョコとトレーダージョーズのオニオンクランチで一層美味しくなります。それからもっと手軽にしたければ、最初にニンニクなどを炒めるのをせずに、水分量を測ったお米の上に最初にアンチョビ、野菜を全部、最後にシーフードの順にのせて塩コショウでそのまま
炊飯でもいけますよ。ニンニクの香りと玉ねぎ人参の甘みを引き出すために炒めるので、そこは劣りますが十分に美味しくなると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後にもう一つだけ、焚き火の後はきちんと片付けて帰りましょう。自然を大切に。この動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた See you next time! Bye!